歴シリーズ第20弾。冷戦うどん芸人稲葉です。キャッポイかりんです。記念すべき20回目。早速5000いいねチャレンジ。いいねが多い料理は続編が作られるのぜ。20回も続いたのは皆さんの応援のおかげですね。何この子めっちゃいい子じゃん。リンの弟子の苦労人うさぎよ。ところで今日はどんなドレスを作るんだ？実りの秋だから、もちもち巨大フルーツ大福を作るよ。これ大福だったんだな。じゃあ結構簡単なんじゃない？豆からあんこ作るよ。何それ超大変じゃん。フルーツ大福。てか、白あんってどうやって作るのぜ？食べたことはあっても作ったことないよね。作るのは結構大変なんだ。2分間白あんこだ。最初に豆を軽く洗って一晩つける。すでに1日終わった？次の日。おはよう諸君、薪ストーブの準備をするわよ。霊夢は朝から元気ね早起きは三問の得って言うでしょ。この日はショート動画のウコッケイの卵かけご飯を同時に撮影してるよ。一晩水につけておいた豆の水を捨てるんだな。まあ念のため。ところで、この白い豆って種類は何かな？これは白インゲン豆。そういえば、白インゲン豆には毒があるんだよね。毒があるの？やばいじゃんアゼルバイジャン。そう、この毒を抜くためによく見て、水を何回も変えるんだよ。さすが水がたくさんある日本ならではのスイーツね。沸騰して豆が十分に大きくなったらお湯を捨てるのぜ。なんかカウンターが現れました。一体何回水を変えるのかな？みんなも予想してみてね。それじゃあ霊夢さん1回沸騰させてね。乾いた竹はよく燃えるわよ。その後50分弱火で煮たよ。豆が指で潰れるくらい柔らかくなったら煮るのは終わり。熱くない？少し冷めてから潰してるよ。潰しておくと後でザルでこすのが楽になるよ。潰した豆を水にジャボン。十分に加熱したら毒はなくなるよ。皮が少し剥がれたね。ここが一番大変な作業。豆を洗いザルで潰す。地味に大変そう。ででんねのかぼちゃタルト以来の刑務作業ね。手で潰した方が早いかも。最後は水で洗い流すと皮がきれいになるのぜ。濁ってるわね。毒はなさそう。この濁りを取るよ。白いインゲンがそこに溜まってるから上澄み液だけをにっくり捨ててね。1、2分置いて水を変える。3、4回水を捨てれば濁りがなくなるよ。水がもったいない。水がきれいになったらあんこの素の完成。最後はあんこの素の水分をさらし布に乗せて、水分を絞るよ。でもこれキッチンペーパーだから絞れないよ。まあいっか。砂糖を 400g 入れる。ものすごく多いわね。ジャムみたいだね。水分を入れてないのにサラサラになった。ここから煮詰めるよ。汽車文字ですくっても落ちないくらいが目安。焦げないようにそこを混ぜるのよ。なんか急にドロドロになったよ。焦げないように混ぜる。だいぶいい感じなのぜ。オーケー。焦げないように素早く皿などに移すよ。白あんの完成。綺麗なコスモスですね。秋を感じます。柿を取りに来たよ。大福に柿？あ、今年は農薬をサボったから黒いシミができてるね。黒いところは避けて食べればいいのよ。わーい、果物がたくさんある。実りの秋なのぜ。今日はフルーツ大福をたくさん作るよ。大きい大福の中に小さいフルーツ大福がたくさん入っているイメージね。まんじゅうの中にまんじゅうが入るのぜ。みかんは筋を取った方がいいわね。私は筋ごと食べる派。びっくりしたなぁもう。大福の生地は白玉粉で作るんだね。水の半分を牛乳に変えると柔らかくてほんのり甘い生地になるよ。じゃあ砂糖を控えめにしたらいいわね。あ、そうだった。砂糖全部入れちゃった。文明の利器。500ワットの電子レンジ差まで2分加熱したのぜ。混ぜて2分均を3回するよ。電子レンジって便利だよね。地上は面白いものがたくさんあるね。レイセンちゃんってどこから来たの？私は師匠たちと同じ月から来たんだよ。月のうさぎなんだね。レイセンうどん芸人稲葉派東宝プロジェクトのキャラクターでは唯一のミドルネームがついている。名前はなんて呼んだらいいのかな？皆さん好きに呼んでるね。師匠からはうどん芸人、姫様から稲葉の名前をもらったんだよ。姫様はうさぎは何でもまとめて稲葉って名前をつけるのよ。贅沢な名だね。今からお前の名前は千だ。いやなんで湯婆婆になってるのよ。うどんちゃんは制服みたいな服装だけど色々種類があるんだよ。私なんて夏でも冬でもこの赤い衣装ばっかりよ。レイムさんは赤だよね。この大福は白いけど、今の私のスカートは黒色だね。色々作れそう。なんて話をしていたらもうできたのぜ。うどんでのフルーツ大福の完成。もちもちの大福に埋もれててちょっと面白いです。そしてもう切っちゃうの？何言ってるの？ちんたらしてたからもう夕方になっちゃったのよ。断面ズー、みかんとマスカットがあるのぜ。それは柿かな？柿と大福って合うのかな？私が食べちゃうよ。いただきます。柿が甘くて美味しい。頑張った餅とあんこ食べてよ。わかったわよ。甘い。甘い足す甘い足す甘い。
わかった、これみかんやいちごみたいな酸味のあるフルーツの方が合うよ。でもあんこ超美味しい。甘いのが苦手な人は包むあんこの量を減らしてね。甘さを調整できるのが手作りのいいところだね。作るの大変だったけど。はい、それじゃあ、次回はどんな料理を作るの？水曜日にショート動画、金曜日に人気投票1位だったフランのドレスリベンジするはず。予告なく変更する場合がございます。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。